2005年、韓国ソウルで始まった、ある男の21年間の物語だ。2026年5月2日、ソウル高等裁判所の法廷に、静寂が満ちていた。裁判長がゆっくりと口を開く。被告人を無罪とする。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。A さんの娘が、父親の胸に飛び込み、声を上げて泣き崩れた。A さん自身は、ただ天井を見上げていた。涙すら、すぐには出なかった。21年という歳月が、感情さえも麻痺させていたのかもしれない。この男性は、強盗殺人の罪で21年間、刑務所の中で過ごした。しかし彼は、最初から一貫して訴え続けていた。私はやっていない。と、誰も信じなかった。弁護士も、裁判官も、そして社会も、転機が訪れたのは、2026年のことだった。情報公開請求によって、警察の倉庫に眠っていた一本の映像が偶然発見された。それは、21年前の取調室に設置された隠しカメラが記録した映像だった。そこには、捜査官たちが A さんに暴力を振るい、恐怖で自白を強要する場面が、克明に映し出されていた。映像を見た検察官は言葉を失ったという。その映像一本が、全てを変えた。担当捜査官8名全員が拷問の疑いで起訴され、裁判所はそれを認定した。そして21年越しに、無罪が確定したのだ。では、全ての悲劇はどこから始まったのか。2005年、何も知らない一人の男が、普通の朝を迎えていたあの日に遡ろう。2005年の韓国、ソウルから少し離れた小さな町に、キム・ジョンホという男が暮らしていた。当時34歳。建設現場で働く、どこにでもいる普通の男だった。朝は決まって6時に起きる。妻が作った味噌汁をすすり、幼い娘の頭を撫でてから家を出る。そんな毎日だった。仕事は決して楽ではなかった。炎天下でも、雨の日でも、現場に立ち続けた。それでも彼は文句を言わなかった。家族のためなら、どんな苦労も厭わなかったからだ。娘はまだ5歳だった。笑顔が可愛くて、父親が帰ってくると玄関まで走って迎えに来た。彼はその瞬間が、一日の中で一番好きだと妻に話していたという。夢は小さかった。いつか自分の小さな工務店を持ちたい。従業員を雇って、娘に誇れる父親になりたい。それだけだった。近所の評判も悪くなかった。口数は少ないが、困っている人には手を差し伸べる。そういう男だと、周囲は口を揃えていった。犯罪とは無縁の人生だった。警察のお世話になったことなど、一度もない。むしろ、法律や秩序をきちんと守る、真面目すぎるほど真面目な男だった。2005年の秋、木の葉が色づき始めたその季節、彼はいつもと変わらない朝を迎えていた。しかしその日、運命は静かに、そして残酷に動き始めていた。2005年10月、韓国中部の小さな町で、一件の強盗殺人事件が起きた。被害者は、地元に住む50代の男性。自宅で頭部を鈍器で殴られ、死亡しているところを翌朝、近隣住民によって発見された。現金と貴重品が持ち去られていた。警察は直ちに捜査を開始した。しかし、目撃者はいない。確たる物証もない。捜査は最初から難航していた。そんな中、A さんの名前が浮かび上がった。理由は、驚くほど薄いものだった。被害者とかつて金銭的なトラブルがあったという。近所からの曖昧な証言、それだけだった。確認されたわけでもなく、裏付けもない、ただの噂に近い話だった。しかし、捜査陣はその一点に食らいついた。A さんは任意同行という形で警察署に呼び出された。少し話を聞かせてほしい。そう言われただけだった。弁護士を呼ぶ必要があるとは、誰も教えてくれなかった。取調室に入った瞬間から空気が変わった。穏やかな聴取ではなかった。最初から結論ありきの尋問だった。お前がやったんだろう。そう決めつけた言葉が繰り返し浴びせられた。A さんは否定した。何度も否定した。しかし捜査官たちは聞く耳を持たなかった。それどころか圧力は時間を追うごとに強くなっていった。なぜ無関係な男がここまで追い詰められたのか。その答えは21年後に一本の映像によって明らかになる。
回、A さんはついに逮捕され、法廷へと引き出されることになる。逮捕状が執行されたのは、取り調べから数日後のことだった。A さんは容疑者として正式に身柄を拘束され、留め置き場へと連行された。外の世界との接触は、ほぼ絶たれた。検察に送致された A さんを待っていたのは、さらに厳しい尋問だった。検事室での取り調べは、警察での尋問とは異なる種類の圧力を伴っていた。黙っていても証拠はある。そう告げる声は、冷静で、それゆえに恐ろしかった。A さんは一貫して否定し続けた。しかし、否定すればするほど、捜査官たちの態度は硬化していった。やがて、一通の自白調書が作成された。その内容は、A さんが実際に口にした言葉とは、かけ離れたものだった。調書には、A さんが事件を認め、詳細を供述したと記されていた。しかし現実には、その、詳細は捜査官たちが誘導し、書き加えたものだった。証拠も、またしかりだった。現場に残されていた物的証拠の分析は、A さんとの直接的な結びつきを示すものではなかった。にもかかわらず、捜査報告書には A さんを犯人と結論付ける記述が並んでいた。整合性の取れない部分は、書き換えられた。あるいは、初めから記録されなかった。公判が始まっても、状況は変わらなかった。法廷に提出されたのは、加工された証拠と、強要によって生まれた自白だけだった。弁護側が矛盾を指摘しても、裁判所はそれを採用しなかった。判決は有罪。強盗殺人罪による無期懲役。A さんは、やっていない罪のために、鉄格子の向こうへと消えていった。21年という歳月が、そこから静かに、そして残酷に始まった。鉄格子が閉まる音がした。その瞬間、A さんの時間は止まった。外の世界では、季節が巡り、人々が生きていた。しかし、ここでは何も変わらなかった。冷たいコンクリートの壁、限られた光、繰り返される日課、それだけが、毎日を形作っていた。最初の数年は、怒りの中にいた。自分はやっていない。そのことだけが、頭の中をぐるぐると回り続けた。誰かが気づいてくれる。真実はいつか明らかになる。そう信じることで、どうにか立っていられた。しかし、年月は人を変える。5年が過ぎ、10年が過ぎた。再審の申請は、何度も退けられた。弁護士の言葉は、次第に歯切れが悪くなっていった。家族の面会も、少しずつ減っていった。A さんは、壁に向かって語りかけることがあったという。自分の名前を、ただ声に出すために、誰かに聞かせるためではなかった。自分がまだここにいる、ということを確かめるためだった。15年目を過ぎた頃、諦めに近い感情が、静かに胸の中に広がり始めた。もう終わりにしたいと思った夜もあった。それでも、消えなかったものがあった。やっていない。という事実だけは、誰にも奪えなかった。その一点だけを、A さんは両手で握り続けた。21年間、一度も手放すことなく、外では、誰もこの人のことを知らなかった。しかし、静かに動き始めた人たちがいた。諦めなかったのは、A さんだけではなかった。外では、一人の人間が静かに消えかけていた。しかし、その消えかけた存在に気づいていた人たちがいた。A さんの家族は、21年間、一度も息子を見捨てなかった。面会のたびに、同じ言葉を繰り返した。あなたは間違っていない。必ず証明できる。その言葉が、どれほどグッドに聞こえた夜があったか。それでも家族は言い続けた。声が届かなくても、手紙を書き続けた。返事がなくても、足を運び続けた。担当弁護士も、諦めなかった。勝ち目のない再審請求を、何度も何度も繰り返した。却下されるたびに、また別の角度から書類を積み上げた。費用も時間も、限界をとうに超えていた。それでも手を止めなかった。なぜか、と問われれば、答えは一つだった。彼はやっていない。それだけで十分だ。市民団体もこの事件に注目し始めていた。冤罪被害者を支援する団体が、A さんのケースを記録し始めた。報道に働きかけ、署名を集め、世論を少しずつ動かしていった。誰か一人が声を上げても、すぐに消えてしまう。しかし、声が重なれば、やがて壁にひびが入る。彼らはそれを信じていた。
21年という時間は、ただ過ぎたわけではなかった。その間、諦めなかった人たちが、静かに、しかし確実に積み上げてきたものがあった。そして2026年、その積み上げがついに、動き始める情報公開請求という一つの手続き、誰もが予想しなかった場所から全てを変える映像が姿を現そうとしていた。2026年春、一通の情報公開請求がある古い棚を開けることになった。請求したのは A さんの支援チームに加わった若い弁護士だった。目的は当時の捜査記録の確認。しかし返ってきたものは誰も予期していないものだった。警察署の倉庫に21年間眠り続けていた記録媒体、その中に一本の映像データが含まれていた。映像の記録場所は検察官室、撮影日時は2005年 A さんが取り調べを受けていた。まさにその時期だった。再生ボタンが押された瞬間、室内は静まり返った。画面に映っていたのは椅子に縛り付けられた A さんの姿だった。複数の捜査官が周囲を取り囲んでいた。女性が飛ぶ体への接触が繰り返される。署名しろという言葉が何度も聞こえた。これは自白ではなかった。強要だった。映像は約40分間にわたって記録されていた。音声も表情も全てが残っていた。誰かが何かを記録しようとしていた。あるいは誰かが誤って消し忘れた。理由は今もわからない。しかし映像は確かにそこにあった。支援チームは直ちに鑑定を依頼した。映像の改ざん痕跡はなし。記録日時も一致。これは本物だった。その後の動きは早かった。当時の捜査に関わった8名の捜査官全員が特定された。そして2026年、彼らは1人残らず拷問の疑いで起訴される。21年間うずもれていた真実がついに地上へと顔を出した。次は法廷が動く番だった。再審という扉がゆっくりとしかし確実に開こうとしていた。再審という言葉は簡単には手に入らない。それはすでに確定した判決を覆すための戦いだ。法の壁は常に高く厚い。弁護団は直ちに再審請求の準備に入った。証拠は検察室の隠しカメラ映像、そして捜査官8名全員の起訴という事実。これほど明確な新証拠は滅多にない。しかし法廷は慎重だった。裁判官は映像の一秒一秒を丁寧に確認した。捜査官側の弁護人は映像の信頼性を崩そうとした。撮影状況に問題があると主張した。保管経緯が不透明だと訴えた。だが鑑定結果は揺るがなかった。改ざんの痕跡はない。記録日時も完全に一致している。映像に映る A さんの表情は本物の恐怖だった。法廷の空気が変わり始めた。そしてもう一つの事実が浮かび上がった。当時別の人物が同じ手口の事件を起こしていたという記録が見つかったのだ。捜査記録の中にその名前はあった。しかし誰も追わなかった。 A さんの自白があったから捜査はそこで止まっていた。これは冤罪の典型的な構造だった。自白があれば他の可能性を見なくなる。人は信じたいものを信じる。2026年、裁判所はついに判断を下した。再審開始を認める。 A さんは21年ぶりに法廷に立った。今度は被告としてではなく真実を語る者として判決が読み上げられる瞬間、 A さんの手は震えていたという。無罪。たった2文字が21年という時間を塗り替えた。しかし無罪とは何を意味するのか。失われた時間は戻らない。次はその問いに向き合う番だった。無罪。その2文字が読み上げられた瞬間、 A さんは声を上げることができなかった。涙さえもすぐには出なかったという。21年間 A さんは自分がやっていない罪のために生きてきた。青春を奪われた。家族との時間を奪われた。ただ生きているというだけで毎日が罰だった。釈放の日、 A さんは刑務所の門を出た。空は青かった。しかしその青さを喜ぶ感情がすぐには湧いてこなかった。
21年という時間は感情そのものも変えてしまっていた。社会は変わっていた。街の景色も人々の話し方も何もかもが違っていた。A さんは自分が知らない世界に放り出されたような感覚を覚えたという。自由なのにどこにも居場所がない。その矛盾がしばらく続いた。国は保証を行った。しかし金銭が21年を取り戻すわけではない。失った仕事も失った恋愛も失った親の最後も何一つ戻らない。保証とはせめてもの区切りに過ぎなかった。トラウマは今も続いている。夜中に目が覚めることがある。取調室の夢を見ることがある。あの夜の声が頭の中で響くことがある。無罪になっても記憶は消えない。それが冤罪の本当の残酷さだった。それでも A さんは語ることを選んだ。沈黙ではなく言葉で自分と同じ痛みを誰かが繰り返さないように。変わったことがある。そして変わらなかったことがある。その両方を抱えながら A さんは今日も生きている。これは終わりではない。この物語にはまだ最後の問いが残っている。なぜこれが起きたのか。そして私たちは何を学ぶべきなのか。21年という時間は戻らない。失われた青春も奪われた日々も誰も返すことができない。それでも A さんは前を向いた。怒りではなく願いを持って。同じことが二度と起きてほしくない。その一言だけを胸に抱いて8人の捜査官は法廷に立った。21年間誰も気に留めなかった映像が全てを変えた。一つの記録が歴史を動かした。それは偶然ではなかったかもしれない。消えずに残っていたことには意味があった。でも考えてほしい。もしあの映像が見つからなかったら、もし誰も請求しなかったら A さんは今も罪人のまま生きていた。正義は待っていれば来るものではない。誰かが声を上げ続けることで初めて動き出す。あなたの声は誰かの21年を救えるかもしれない。この物語をどうか忘れないでほしい。